はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月後半のタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。もう本当にあっという間に、年末になってしまいますね。12月20日に、ライブを行います。 YouTube ライブをで、そこで来年の運勢大まかな流れを解説させていただきます。もちろんそこでカペラノートの使い方解説やカペラノートの補足説明もしますので、もしまだ PDF 版ねお持ちでない方はぜひこの機会にそれまでにお持ちいただければと思います。持ってなくても全然聞いていただくだけでももちろん嬉しいです。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。12月後半です。ワンド4、ソード8の逆、ペンタクス3、死神逆、ペンタクス10の逆、カップ9の逆、ソード6、ソード7の逆、マジシャン、オラクルはソードの、これはページですね。そうか、はい、いきます。前回のタロットリーディングでなんだか疲れてますかみたいな感じだったと思うんですけど、抜けたなって感じがすごいしました。それでそうかって思ったんです。で、星の話なんですけど、12月15日が満月になります。で、この満月は双子座で起きる満月なので、双子座の皆さん一番ビリビリ来るかもしれませんね。ご自身の中でいろんな可能性っていうのがもうマックス広がってる。で言うならば、自分の中で考えていることや可能性っていうものも伸ばしすぎて、あれこれもういろんなものを付加してブワーンって大きくなってる。よく言うと、自分の価値っていうものを、可能性っていうものをどこまでも広げるよとか、大きく拡大していくよ、拡張していくよみたいな風にも使えます。ただ満月って少し緊張状態というかね、実はすごくエネルギー的には引っ張られて緊張状態なので、興奮するとか、もしどうしようと思う気持ちがあったら不安も増幅してしまうみたいなのがあるので、ご自身が今どんな状態かなっていうことを思っておいてください。とっても落ち着いていて、冷静で、自分が今豊かな感じだよっていう方は、その豊かさっていうのをどこまでも膨らましていけるかもしれません。でも不安でっていう方は、不安も増幅しやすいので、今増幅している不安がと思ったらちょっと置いとくみたいにしてくださいね。そして12月の16日からこの逆行していた彗星というのが順行に戻るんですね。やっとここから誤解が解けるとか、話がスムーズに進むとか、契約が進むとか、いろんなビジネスの交渉もうまくいったりとかっていう形でスムーズに流れ出すんだっていうのがすごくカードでも出てるし、星でもそうなんですね。そして12月21日からまたね、光の届く範囲が変わるっていう形で、ここまで21日までつながった人たちや関わった人たちとの関係をもっと深くしていきましょうとか、もっと信頼を強めていきましょう、絆を強くしていきましょうみたいな流れになってきます。そして12月31日が新月なんですね。でこの新月で非常に12月31日のエネルギーでちょっと控えめというか、現実的にしっとりと静かにみたいな感じがあるので、双子座の皆さんも今年1年を振り返り、静かに今自分に与えられているものっていうものを確かめながら次を見ていくんだなっていうような新月のタイミングですね。はい、でそれを踏まえた上でのカードなんですけれども、カードで見る限りはやっと手放したんです私みたいな感じがあり、もうこれまではこだわっていてどうしても思ってたけど、もういいやって手放したんですみたいな、もう話しましたっていう感じが出ています。それによってすごくいい感じで再生、もう一回死んで生まれ変わりましたみたいな、もう例えば熱出してぶっ倒れて元気になったらすっごいすがすがしいとか、そういうもうダメだと思ってやめるって言ったらめちゃくちゃ元気になるとか、そういう復活して再生したんですねって、生まれ変わったんですねみたいな感じが出ています。でこれは肉体的なものももちろんあるでしょうけれども、おそらく精神的なものが大きいんだろうなと思いますよ。自分こうであらねばならないと思っていた感覚からだいぶ解放されたのかなって感じです。だからなのか、とてもいい状態のように見えます今。そしてすごく外側のエネルギーは混沌としていましたけれども、その中でもやっぱり分かる人は分かるよねということで、必要な人とつながったりとか、いい関係っていうのがあるのかもしれませんね。
うん、そしてここからの流れがプロスペリティということで、もうペンタクスの10の逆、もう豊かさがいっぱいあるよみたいな、なんなら受け止めきれないぐらいあるよねっていう感じで、どうせ受け取れるものがあるなら全部受け取りたいけど、うわ全部こっち掴んでたらこっち落としちゃうみたいな、そんな感じで自分の中ではマックスそれを受け取れていないと感じるかもしれませんが、十分に受け取ってると思ってみてください。十分に受け取れるだけ十分にもう受け取ってるよっていうふうに思ってみてください。そうすることによって本当に後半はスムーズです。ご自身が思い描くようなスピードではないかもしれないし、方法でもないかもしれないけれども、星の流れもスムーズ、カードで見てもスムーズです。ただそれを自覚するまでが少しね時間がかかるって感じなんです。なぜならばまだまだ自分のことを疑ってるからって感じなんですね。これはオラクルがソードのページというカードなんですが、情報を疑ってみるとか、本当にそれって大丈夫なのって検証するとか、何かなんか証拠を見つけるみたいな、そんな感じがあるんですけど、何に対してそんな疑い深くなってるんですかって言った時に、自分自身に対して疑ってるんじゃないかなって感じがしたんです。でもよくよく耳を澄ませば、自分のことを振り返ってみれば、ここまでだってうまくやってきたじゃないって、ちゃんと必要な人につながれたし、生み出すこともできたし、可能性も広げたし、何も失ってないけれども、もっとなんか本当に玉手箱が開かれるみたいな、宝くじに当たるのかっていうぐらいの大きなことを期待しているけれども、十分今受け取っていますので、受け取っていると思ってみてくださいみたいな感じですね。そして自分はそれを活かせてないって思ってるかもしれないけど、これマインドの中で活かせてないと思ってるだけで、現実はちゃんと流れていますと言われてるんですね。ここでちゃんと変わっていっていますよね。動いてますよね、現実はみたいな。で確かにその動くにあたって多少の傷はあるかもしれません。多少の痛みやちょっと擦り傷っていうか、擦り抜けるまでの摩擦はあるかもしれないけど、でも動けてること自体が素晴らしいんですよと。もう傷も何もない、全てパーフェクトでうまくいくことだけが運がいいわけではないので、なのでちゃんとね進んでますよ、動いてますよっていうふうに言われてます。だから抜けたんだみたいに思ったんですね。で12月21日以降というのは特にその信頼とか見えないエネルギーに なっていくので、余計に見えないエネルギー届いてるんだよな今みたいな感じなんですよ。でもそれを自覚しにくい、目先のことや現実世界の出来事のことで把握しやすいから、それでいくととても疑ったり、もっといい方法ないかなとか、もっとあからさまな、もう誰がどう見ても 100% うまくいくとか、うまくいってるとか、これは成功だとか、これはチャンスだと思うようなあり方で示してほしいと思うかもしれないけど、そもそもそれが無理なんですみたいなね現実の中ではもちろん頑張る時もある、頑張らなければならない時もある、我慢しなければならない時もある、自分の行動をセーブしなければならない時もある。だけど大元を見た時にはそれは自分にとってプラスの方に働いてますよねっていう感じなので、自分で全ての現実をコントロールしようとせずに、今自分が運の中にいるんだと、全て受け取っているんだっていうふうに信じてみてくださいっていうのが私が今回感じたメッセージでした。ちょっと抽象的でしたかね。でもそんな感じなんです。前回前半でねちょっと動きすぎてしんどいのかなとかっていうのありましたけど、その時動いた効果というか成果がおそらく後半は出てきてると思うんですよね。なのでそれを感じてみてください。ちょっと仕事のこと見てみますね。お仕事ペンタクル3ということでやっぱりいいですね。過去に始まった人との話し合いや始まったプロジェクトや手掛けたことっていうのがスムーズにいってると思いますよ。そしてカップのエース、喜びにもつながってるし、もちろんやればやるほどやることは出てくるみたいなのがあって、ここでワンドの10も出ているので、今乗ってるからやってしまおうみたいな、ここで止められない、ここまで来たからにはもうここまでやっちゃおうよみたいな形で、いい塩梅を探しているうちにものすごく自分が無理していたっていうこともあるかもしれませんが、ただ私が今回感じるのは、すでにここまでの流れの中で関わった人、お仕事を通して関わった人や、一緒に何かチームを組んでいるとか、なんか一緒にプロジェクトを組んでいるとか、何かそういう人たちとの関係の中で新たな喜び生まれてきてませんかっていうふうに言われてるんですね。でそしてどうしても癖で自分が動けるもんだから動いてしまいやすいけれども、それは動きたかったら動いても OK ですと。だけど動かなくても
双子座さんの価値っていうのは失われていませんよっていうふうに言われています。なんだか自分がこれだけのことをやった、これもやった、あれもやった、これも持ってるみたいな、そういったことで自分を守っていたかもしれませんが、今言われているのは、そういう何を持ってるとか、これができるとか、これだけのことをやってきたという成果や実績ではなく、双子座の皆さんから生まれようとしているその豊かな感覚、喜びの感覚、感性というものを他者の人とシェアすることによって、何か仕事がさらにうまくいくんじゃないかっていうようなイメージです。これは全体のところにもどこもそんな感じがしたんです。ちょっと人間関係見させてくださいね。ちょっと恋愛は恋愛でまた別で見ますね。人間関係、双子座さん、ペンタクルの2、ソードエース、カップ7ということでいいですね。恐れず向き合ってみてください。全体的な流れとしては、この12月の後半って人と関わるのとってもいいんですね。とってもいいんです。運があるし、星で見ても運があるし、カードで見てもいいんです。とても。なので人と関わることによって自分のエネルギーも活性する、相手のエネルギーも活性する。でやっぱここでペンタクルの2が出てるっていうのは、お互いが感化し合うことによってより活性するっていうふうにも出てますし、さらにソードのエースということで、じゃあいい関係だからこそ切り込んでみてくださいみたいな、言いにくいことも言ってみてください、もう一歩進んでみてくださいって感じがあります。でさらにカップの7ということで、感情はまだまだ溢れています。もっとこうなれるかも、もっとこういう関係になれるかもとか、こんなのもいいなみたいな感じでイマジネーションも豊かになっているので、人と関わる人間関係っていうので見た時に何にも悪いことがないんですね。前回は少し疲れているとかそういうのがありましたけど、今回は人と関わることによってそがれるものがないって感じです。人にエネルギーを持ってかれるわけではないってことなんですね。ご自身が自分のことをどう見てるかっていうのが一番大事で、自分で自分をコントロールしようとしすぎたり、他者をコントロールしようとしすぎないで、今ある環境の恩恵というものをご自身が見ていくと、なんかそうか、これでいいんだみたいな、なんかそんな感じになる気がしました。はい。ちょっと最後にもう一枚見させてください。強い時ですよね。特にこの15日の満月あたりっていうのはいろいろ感じることがあると思うので、どのようなことを思うかですけど、今出てきたのがティーチャーというカードですね。このカードを見て何かしら感じることがあれば、ぜひご自身の直感でもメッセージを受け取ってみてくださいね。もしかしたらね、後でお風呂に入ってる時とか寝てる時にメッセージを受けるかもしれませんよね。何か新しい道ができるかもねっていうことで、その道に対しての教えてくれる人が出てくるかもしれませんね。新しいことを学んでいくかもみたいな。これはでも星で見てもそうですよね。大きな自分の専門性や自分の進んでいく道ってこっちかなみたいなことを覚悟を決めてやっていくっていう流れがもう始まってますので、それに対して人との出会いがある。そしてもしかしたらいい先生に出会えるとかね、その先生って別に先生という立場じゃなくても、普通のお友達でも先生にもなり得る、子供も先生にもなり得るということで、新しい道を応援されているのかもしれませんね。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。ではまたすぐお会いしましょう。次12月の20日にね、それまでにも何かアップすると思いますけど、ライブがありますので、そちらでよかったらお待ちしております。ということでありがとうございました。失礼します。